どうも、ベトナム在住の内津です。ちょっと今ね、今までと違う場所にいるんですけども、実はね、最近動画の編集というか動画撮影できてなかったのがね、この引っ越しの準備をしてて、それでね、動画の方を作ることができなかったんですけども、今日はちょっとこのね、コピーバイクの方整備していきたいと思います。ちなみにね、こんな場所を借りました。ちょっとここはね仮住まいなんで、もう一回引っ越ししなきゃいけないんですけども、しばらくねここにいる予定です。このコピーバイクね、今回の引っ越しで、大活躍して、リアにねこっちにキャリアつけたんで、前に住んでたところとねここを往復して、ここをね掃除しに来たりとかで、なかなか活躍してくれたんですけども、ちょっとね不具合が出たんですよ。まあ大したことなかったんですけどね、雨の中で走行したらエンジンが止まってしまうと。何回か止まってね、もう原因は分かってるんですよ。プラグキャップです。これねプラグキャップが原因ですって言ってね、なんで分かったかというと、まず一つはね、雨が降ったり水たまりを走るとエンジンが止まったり不調になって、で3回ぐらい止まったのかな、いや4回だな。最後に止まった時にちょうどカフェの前だったんでね、そこで休憩して、しばらく待ってるとまたすぐエンジンかかるようになって、エンジンかかっても不調ですけどね、走ってるうちに良くなっていったんですよ。でそのカフェで止まった時にね、これがねゆるゆるだということに気がついて、しかもこの中にね水が入ってました。ちょっとこいつを取ってみるかい。ね、ここも一回開けたんだけども、もう錆がねすごいんですよ。今写真の方で撮れたんじゃないのかな。それとこっち側ですよね、もうねストッパーが効いてないんですよ。こっちの中もね錆びてダメになってます。ここも映るかい。こっちの中はうまく映んなかったかな。なんせこの中にね R ピンみたいなものが入ってて、それでプラグとねうまく引っかかるようになってるんですけども、もうまっちゃっちゃになってます。ちょっと外してみようかな。ね、このピンがねダメになってました。そんで今回ちゃんとねホンダ純正準備しました。このコピーバイクはね、もともと僕の知り合いが購入した時にね、イグニッションコイルとかいろんな、CDI もそうだし、あとなんだっけな、レギュレーターか、ホンダの純正入れたんですけど、キャップをねどうもコピー部品のまんまにしてたみたいです。こういうのをねきっちり純正にしておけばよかったんですけども、でもこのコピーバイクはね本当に程度がよくって、今まで何万キロ走ってるんだ、1万6000、7000ぐらいになるのかな。エンジンはね基本的に不具合出てないんで、サイズは一緒ですね。ここにテックってあるから、これが純正ですね。でこいつを入れれば、そうですよね、ゴムがあるから余計硬いけどカリカリカリっとはまるんですよね。これなら大丈夫だと思います。このコードもねちょっと錆びちゃってるんで、気持ち 2,3 ミリ切ってしまいましょう。まだ長さはね十分に足りるんで、それでこれを先にはめるんだな。こいつをはめて、あとはねじ込むだけ。
れで大丈夫でしょう。カリカリカリっとね、はまりました。そんでこのコピーバイクね、実はもう一個問題抱えてて、朝一とかね 2,3 日置いててキーをオンにすると電源が入らないんですよ。で鍵をねグリグリグリっとやるとついて、その後ねつかなくなることはないというか、走行中に電源が落ちることはないんで大丈夫なんですけどもね、これもちょっと部品変えていきたいと思います。今再現できるかい？オンにして、今は OK か。なんせねこれをオンにした時につかなくって、ここの鍵をねグリグリっといじるとついたりしたんで、こいつはね鍵をもう変えちゃおうと思ってます。ここに関してはねコピー部品しかないんで、しかもね鍵の形が変わっちゃうんだけども、一旦それでつけて、前に私他の動画でねこの鍵のシリンダー中身取り出して中の部品組み替えてね、要はもともと使ってる鍵を使えるようにできるようにしたりとかねした動画も作ってるんですけど、今回はちょっと時間がないんでね、もう鍵を変えて2つにしちゃいます。前に組み替えたやつは、概要欄にでもねリンク貼っておきます。ちなみにエンジンはかかるかい？いろんな作業した後にねエンジン始動の確認して、もし問題があったら何が原因か分かんなくなってくるんで、一旦ここでねエンジンかけます。問題ないですね。作業してたらねカメラの電源落ちちゃいました。最近ちょっとこのカメラ調子悪いな。いや紐で結んででね新しいやつに変えればいいんですよ。ね、コピー部品ですけども株用です。同じ形をしてますしてないなんだこれ、オスメス逆じゃん。キーとキーでつながっちゃいますよ。これが純正と一緒のはずなんだよな。ちょっとマニュアル見よう。これ、サービスマニュアルのね配線図分かりにくいんですけど、多分ね今開けた方の新品これですよね。メスカプラー、これがね正しいはずなんで、このコピーバイクがねもともとごめんなさい。何言ってたかっていうと、これが逆になってると思うんですけど、ベトナムでたまにね株の中古バイクとかを見ると、ここの配線をねもう切断してクリクリっと結んでるパターンがあるんですけど、このオスメスがいい加減だから逆になってると切って直つなぎしちゃうんだな。ってことはこのメインハーネスをねやり替えた方がいいんだけど、今多分ねこっちの箱の中にカプラーあると思うんだけど、ちょっと今日はこれまでにしよう。部品探してねカプラーとか端子を探して、次回ねちょっとこの鍵の付け替え、その時に、シリンダーの中身も入れ替えるのがいいんだな。いろいろありますね。
とりあえずね今日はここまでにします。それではまた。